横綱豊昇龍土俵入りであります。横綱豊昇龍露払い宇良太刀持ち平戸海行司は木村庄之助であります。知ってるんで、はい、まあ体はねないですけど、本当相撲のセンスは抜群ですけどね、ちょっと、この体にしては大きい相撲を取りすぎてるかなっていう部分はあるんですけど、でもそれを本当にセンスでカバーできるんで、ただ今日ねやっぱさて時間になりました。時疾風勝間の対戦です。先に故障終わりました時疾風。今場所は十両で相撲を取っていますが、今日幕の内の相撲です。左四つに組みました。寄り切りました。勝間の勝ち。まともに胸が合いますとやはり大きい力士が有利になります。いやこれね、取り組み前にね言おうかと思ったんですよね。もう上手の取る位置で、この勝ち負けが変わってくると思う感じですね。タッチペンで解説いただきました。この右の上手を取る位置というお話がございました。あのままで行きたかったですけどね。新入幕の勝間がどこまでがお腹ですかって言われちゃったんですよね。そうですか。でもこの体はでも説得力ありますよね。これ弟もね、先ほど、勝ってました。3連勝先輩に当たります。2学年先輩です。さあ立ち合い。左四つ。押っつけて出ていきます朝紅龍。2本入りました。先輩勝ちました。朝紅龍の勝ちです。先輩の意地ですね。懸賞金を受け取るこの立ち合いから常にねこう攻めの形、崩さずにね下から行きましたね。いい相撲ですね。攻めが早かったですね朝紅龍は。そうですね。終える両者の対戦です。獅司は初日から2連勝しています。大青山はこれ一門の力士ですよね。そうですね。
中学校2年で来日をしました。中国出身です。獅子なんかこうもともと足がね下半身はどっしりしてると思ったんですけど、なんかまた一段と大きくなったような感じしますね。初顔合わせになります。大青山と獅子。呼吸が合いませんでした。好きの方はかなりのこの番組のファンだということになります。さあそれではもう一度仕切り直し。今度は成立。右四つ左上手獅子。頭をつけます。左上手を引いて出る。寄り切りました。獅子の勝ち。今日は粘り強い相撲でした。獅子3連勝です。できればもっと肘を締めてっていうのが理想は理想ですよね。やっぱり肘が空いてる状態だと、場合によってはすくい投げっていう逆転技がね、来る可能性があるんですけどね、あれをもうちょっと肘を締めることで、力が絶対強いんで、この肘をぐっと締めればその逆転技にも、まあこれもしっかりついていけてるんでねいいんですけど、やっぱできれば肘を締めてっていうのがこれすごいです。勝った瞬間にね、星取りも、そんなに思わなかったのに195そんなにあるんだって見たときにすっげえ足長いですね。数字って大事ですね。いやいやめちゃくちゃ足長、足のショットからご覧いただいてます。いやあれなんか今までそんなふうに思わなかったんですよ。こんな足長かったっけっていう身長を言われると。さあ錦富士どうやって攻めるでしょうか。過去は金峰山の5対3です。対戦成績では金峰山がリード。立ち合いから突き放すでしょうか。お、中に入った錦富士、これはうまい。寄り切り、錦富士の勝ち。スポーンと中に入りましたね。そうですね。ちょっとまあ右手がちょっとどうなんだか、左手はちょっともろ手突きのようなところからちょっと空振った感じになりましたもんね。両手でもろ手が空振ったのか。休まず一気にね、名古屋場所始まった時にはもう梅雨明けしてるような感じじゃないですか。もう今もね、なんか我々の時もっとなんか、ちょうど梅雨時期だったような。照富士と阿炎の対戦です。阿炎は今場所ここまで連勝しています。合いません。尊富士は今場所2度目の返り入幕です。いなした。足が滑ってしまいました。阿炎、勝ったのは尊富士です。立ち合い阿炎が変化を見せましたか。まあまあよくやりますからね。たまに決まるからねやっちゃう。なんか結構自分のイメージですけど、あんまり決まってない感じするんですよね。懐深いんでね、結構やっぱ決まりやすいと。まあ正直だからこれに怖さってあんまないんですよね。来たんだなっていうのはあるんですけど、やっぱそれで勝つっていうのはね、すごく自信になると思いますよ。まあそうでしょうね。今日の相手は朝白龍です。朝白龍もついていくでしょうか。面白いでしょうね。捕まえたいのと捕まりたくないっていう、そうですね。分かりやすいんでね。2人の持ち味が違います。さあ立ち合い。
張っていく若野翔、突き放す、回しが取れない朝白龍、押し出しました。若野翔の勝ち、勝って3連勝です。若野翔、勝った若野翔、左上の画面が赤で3というふうに表示されました。密着したい朝白龍に対して若野翔がしっかり自分の距離で相撲を取って、いい相撲ですね。本当若野翔欲しいみたいな言われるじゃないですか。やっぱそっちおめでとうみたいになるんですか。なんかいいなと思って。でも黒星の時はなんとなくこう周りが気使うんじゃないですか。いや、それはしゃあないです。そうですか。なんとなくね、なんかまあ確かに黒星もあるからあれですけど、誕生日がずれてるから、なんかすごく羨ましく感じます。絶対取り上げてくれるじゃないですか。まあまあそうですね。場所中に、はい、今日誕生日とかって。確かに必ずその話題は出てきます。さあ立ち合いです。2本入りました。いや、出ていく千代翔馬、寄り切りました。立ち合いから攻め続けました。3日目に初日を出しました千代翔馬です。千代翔馬が先に攻めましたね。2本低く入りましたね。それではリプレイで見ましょう。ここでもう2本入りました。右の入り方がうまかったですね。もうちょっと御嶽海は受ける展開になってしまいました。そうですね。朝乃山にももちろん声援が飛んでいます。やっぱり人気ですよ、やっぱ朝乃山。大関経験者、先場所は左の足を痛めまして途中休場となってしまいました。そうだったですね。そうなんです。7勝までして、そうなんです。7番勝ったところで、そうだ。まあただ番付は据え置き東の10枚目です。朝乃山。先々場所一度顔が合いまして藤良賀が勝っています。さあ立ち合い、朝乃山が出る、右が入るか、防いでいます藤良賀、右から押っつけ残しました。朝乃山右四つ、得意の形を作る朝乃山、押し倒し、藤良賀の勝ち。力の入る相撲でした。藤良が大関経験者を倒しました。勝って2勝1敗、白星先行です。力の入る相撲でしたね。いい相撲でしたね。お互いが目いっぱい力を出し切るね。お互いいいとこも出てて良かったですけどね。朝乃山右四つに組む瞬間もありましたもんね。いやでもここね、一瞬朝乃山が右はずから押していったところをね、藤良賀が右のはずで逆に押し返した場面があったんでね、やっぱ力、猿って群れですね。群れですね。狼って群れ？狼も群れですね。じゃあ1対1じゃなさそうか。なさそうですね。なんすか、どうでもいい話しちゃったね。江ノ島というしこ名は確か3段目ね、当時だから時間になったですね。またじゃあ後ほど。翔猿と狼雅の対戦です。狼雅まだ今場所勝ち星ありません。中に入ります翔猿。ただ左決めています狼雅。こうなるとなかなか動けません翔猿。右四つ胸が合ってきます。翔猿右が使えない。
左の上手、ローガ少し距離があるでしょうか。引きつける、ローガ寄り切りました。ローガ今場所初白星です。力の入る四つ相撲でした。ローガが慌てなかったですね。やっぱり立ち合いのこの入り方うまかったんですけどね、翔猿が。はい、入ったけどこの左のがうまく使えなかったですね。これ決めてましたか。決めてるというよりか抱えてるぐらいですけど、ここから右を差してこの後上手を取るんですけど、これで怖いのは下返しですよね。あれが怖いなとは思ったと途中で出ましたけど、慌てなかったのが良かったですね。この下返しですね。翔猿よく使います。形を作ってからローガが出ていきます。最後は相手を寄り切りました。それがだいぶ定着してきてるせいかわかんないですけど、阿炎がそこまで上げなかったような気がするんですよね。確かになんかもうしこは琴恵光に任せたっていうあれなのか、なんとなく前ほどギューッと上げるような、もちろん上がってるんだけど、前ほど上がってる感じがしなかった。言われてみれば琴恵光が出てくるまではもう阿炎がね。そうです。しこといえばなのかなと思うんですよね。本当になんか勝っても喜べそうにないですよね。なんか取り組みの後ね、本当に明暗が分かれそうです。いい相撲でよかったねみたいな感じになるのかなっていう。それが一番ですが、さあ取り組みどうでしょうか。立ち合いです。中に入った琴恵光、速い攻め、寄り切り。若元春に相撲を取らせませんでした。琴恵光の速攻、うまかったですね。立ち合い早かったですね。どうやって入りに行ったのかな。ちょっとすぐに若元春も半身になってしまいました。ここで2本差しに行きました。なんかそんなに得意というかよく回りますよね。やりますよね、高安ね。自動車でいうと本当小回りが利くね。そうですね。だからもう年齢もいってるから中古の軽みたいな感じですか。中古の軽にしてはね、なかなか馬力もあっていいんですよね。だからだいぶ自分でいろいろねメンテナンスもやってるんじゃないですか。だと思います。じゃないとこれだけ走れませんよ。今日の相手は藤青雲です。初顔合わせになります。押し合いになる。叩き込み、最後は突き落としたでしょうか。高安の勝ち。勝って3連勝としました高安です。ちょんまげちょっと引っかかったら、あってちょっと分かるんですよ。分かるんですか。今パッと手見たから、でも引っ張ってる感じじゃないからね。上がりましたが、高安が曲げを引っ張っていたんではないかと物言いがつき、協議した結果、曲げを引っ張っておりませんでしたので、軍配通り高安が軍配通りです。引っ張っておらず。確かに藤青雲の大いちょが乱れてますけど、投げは引っ張っていないという判断で高安そのまま勝ち名乗りを受けます。勝って3連勝です。ちょっとドキドキする説明だったですね。そうですね。負けになるかなってちょっと一瞬思っちゃったんですよね。間の置き方がそんな感じでしたね。ちょっとドキドキしたですね。さて相撲を振り返ると高安が右から勝ち上げるような立ち合いでした。でもうまく見て、
果こうさばいたはい、なっていう、正代は弟弟子ですね。はい、昨日の一番見てもやっぱ、今ねプロフィールで年齢が出た、34歳になってちょっとやっぱこう残り腰っていう意味では、ちょっとやっぱ残り腰がこれも若い時だったら来る部分ですけど、目いっぱい頑張ってもらいたいですね。そうですね、宇良は正代よりも1学年にした33歳です。初白星はどっちでしょうか。時間になりました。左を差して出ていく正代、得意の形。宇良は右の上手、頭につける、出し投げ、寄り倒し、正代の勝ち。宇良出し投げを狙いましたが体を寄せていきました正代。今場所初白星です。宇良は3連敗となってしまいました。圧力方って正代うまいんで、だからそうね、脇もちょっと空いてる状態なんでね、あんだけあれ少し入ってるだけで正代は十分なんで、これも自分も稽古場でね何度も自分もこうパッと割っとった時に出し投げに行ったらね最初に見ていきたいですけど、欧勝馬は下から下からあてがって低くね、レスリングやってたのもあるんでこう低く構える相撲なんでね、山本としてはその低く構えるのを一気について攻めていきたいですけど、そうですね、嫌な相手は嫌な相手でしょうね。欧勝馬手繰るのもうまいですからね。そうですね、あんまり手を伸ばすとそれ手繰られる可能性はあります。さあ1勝1敗同士の対戦です。欧勝馬一山本、先に突っかけました一山本、仕切り直しです。一山本突っ張っていく、得意の突き押し、攻め続ける、最後は弾みをしまして押し出し、一山本の勝ち。今日はらしさが出ました一山本。欧勝馬としてはこの押された時に残す時にやっぱりこう、足を上下にしときたかったんですよ、前後か、前と後ろでこう、残したかったんですけど、やっぱりこう一山本の圧力で常にこう足がこう揃ってるような状態だったんで、こううまくない。土俵は平戸海と大栄翔です。前に出る相撲の平戸海、しかしここまでまだ白星がありません。初日から連敗、昨日もねよく攻めたんですけども、さあ相手は大栄翔、優勝経験もある突き押し相撲です。軍配返っています。前に出る平戸海、叩き込み、勝ったのは大栄翔。土俵際に落とし穴がありました。今日も平戸海攻めたんです。そうだと思ったんですけどね、もうついてるけども状態が上がってるね、もう最後ね、落とし穴、いったと思ったでしょうけどね、力をつけてきてるってわけなんで、これが安定してくれば本当に、この上の番付っていうのもね近づいてくると思うんで、もともと若い時にねめちゃくちゃこう一気に上がってきて、それこそその頃でいうと琴櫻よりも琴勝峰みたいな感じでしたからね、最初、怪我とかでち
ちょっとこう遅れを取ってましたけど、さあ軍配返っています。過去の対戦2対2です。押していく琴勝峰、強い当たり、下から攻める、押し出し、琴勝峰の勝ち。下から相手を攻めていきました。攻め続けましたね。いい相撲でしたね。なんかまあ若手でいうと吉野富士が振り出し行ったのかな。いやーこれね、なんかちょっと引いたりとかしたくなるとこですけど、なんかもう一気に、静岡出身ですから、愛知県はお隣に当たります。準ご当所と言ってもいいかもしれません。熱海富士も先場所9番勝ってですね。そうですね。さて過去の対戦では熱海富士が勝っています。先場所もこの3日目に対戦がございました。まだ今場所白星がありません王鵬。先に腰を割ります。踏み込んだ熱海富士、頭をつけていく。左を差しました。2本入った王鵬。王鵬、もろ差しから出る。頭を押さえて叩き込み。熱海富士の勝ち。勝って3連勝としました熱海富士です。熱海富士が3連勝です。熱海富士ですね。それではリプレイで見ましょう。この踏み込みです。王鵬は左から押っつけようとしたんでしょうか。そうですね、この2日間踏み込んでない感じだったんで、でも王鵬相手にこう受け身になるとってことで踏み込んだんでしょうけど、この辺もうまく回り込みましたね。言ったんですよ、目合ってるねって言ったけど、いやでも私ここにいるって多分知らないよって、じゃあ多分違うわってそうですか。1回はじゃあ受け止めて、1回は受け止めてあげたんですけど、5の線ですね。向こうがいやそんなはずはないぐらいの感じだったんで、じゃあ絶対違うと思うよって、さあ土俵上待ったなしです。青錦、今日の相手白の富士です。互いに連勝しております。錦としてもなんかね、ちょっと嫌な相手ではあると思うんでね。ただ過去はすべて青錦勝っています。左差しました青錦。左の下手、右上手を取りました。十分です青錦。寄り切り、青錦の勝ち。じっくりと自分の形を作りました青錦です。勝って3連勝。やはり今場所は関脇が鍵を握るでしょうか。これ同級生なんですよね、同い年なんですよね、白の富士と。そうですね、学年は同じですね。構えられると一気に走ろうと思ってもすっと低く構えて、でじわじわこう頭上げないしね。過去5回の対戦すべて青錦が勝ってるんですね。そうなんですよね、取りにくいんでしょうね。嫌なんでしょうね、一気に持っていくのもできないし、四つに組ましてももらえないし、それはだけだと対戦あったけど当たらなかったんですよ確か。琴ノ若やってないですか。やってないですよ確か。だからもしかしたら自分だけかもしれないですね。お父さんとは2度対戦してますよね、幕内で。だから2回じゃないですかね。そうです。ですよね。琴櫻とは幕下の時に対戦がありましたかね。1回だけですか。いえ2度やってます。やってるんですよね。1勝1敗という成績でした。さあ時間です。美ノ海琴櫻の対戦です。
琴櫻の圧力回り込んだ。美ノ海の勝ち。角番大関の琴櫻、3日目に黒星です。うまく回り込みました美ノ海。立ち合いいかがですか。でもその手繰った。負け方が今場所は、別に、これはちょっと本当にうまくこう美ノ海がうまく手繰ったかなっていう、はい、でも今場所の琴櫻見てると、しっかり白星を並べていきたいですね。そうですね。今年に入ってからでも霧島は本当に前半調子がいいんですよね。そうですね、本当安定してますよね。さて先場所の対戦では豪ノ山が勝っています。過去は5対5の五分です。立ち合いですね、立ち合いしっかり踏み込んでっていうのが霧島としては大事になってきますね。そうですね。豪ノ山の圧力は怖いところ。そのためには霧島も前に出る必要があります。さあ立ち合い。霧島前へ出る相撲、押し出し。霧島勝ちました。3連勝。いいですね。前出ましたね。下がりませんでした。立ち合いからしっかりと踏み込んで、本人が一番分かっていることだと思うんですけどね、こうやっぱ、しっかり踏み込んで前に出ていくっていう。ではリプレイで見ましょう。下がりませんでした。しっかりね、体もこう密着して、とにかく大野里の得意のこの右を差して一気の出足という相撲が見たいですね。そうですね。右を差して、昨日もそうですけどやっぱ左の使い方ですね、右を差して右だけで行こうとすると昨日みたいな逆転技になるんで、それにならないためには左をしっかり使って左から追っかけていくというですね、左をうまく使ってほしいですね。左ですか。はい。隆の勝としてはやっぱりこう押していきたいところですか。もうそれこそ引かせたいんじゃないですか。大野里を引かせるぐらい圧力かけて前に。なるほど。理想はですね。直近の対戦は今年1月大野里が勝っています。さあ立ち合い、押していく隆の勝、出た大野里、押し出しました大野里。今場所初白星、連敗を止めました。この出足が大野里の相撲です。じゃあちょっと押されましたけど、もう足は前に出ましたね。一番欲しかった白星でしょうから。立ち合いから振り返っていってですね、細かいことを言うとやっぱりちょっともっと足を立ち合い出してほしいとかありますけど、もう何としても欲しい白星でしたからね。ちょっと本当にこの終わった後もね、ほっとしたんじゃないですか。まだここでほっとしてにしてほしいですよね。関脇もでも霧島もいいですしね、結構上位陣がみんな今回いいんで、
張っていってほしいけど、藤野川も何するか分かんないですからね、動きがいいですから。豊昇龍、先場所は初日黒星、そこで右足を痛めて2日目から休場となりました。その2日目対戦が組まれていたのが今日の相手藤野川でした。豊昇龍も昨年横綱に昇進してからまだ優勝がありません。さて手を2つ叩きました藤野川です。過去の対戦2度藤野川が勝っています。不戦勝も含みますが、さあ立ち合い結びです。横綱が出る、西田早くた叩き込み、藤野川連日の横綱撃破です。土俵際でまさか横綱が前のめりに土がつきました。連日の金星となりました藤野川です。すごいな。いやー、3月場所と同じ。いやすごいっすよ。やりました。横綱戦まだ 100% が継続ですから。いやちょっとまだ IG アリーナざわ今日でも横綱出ましたね。池から勝ち上げるような形、ちょっと勝ち上げて一気にこのやっぱ軽いじゃ軽いから、一気に攻めてってやろうっていう気持ちだったと思うんですけど、それがそれが逆にちょっともちろん藤野川はちょっと軽いは軽いんですよね。その軽さでいけるって横綱もちょっと思っちゃったのかもしれないですね。そこをうまくまだざわついてますもんね。いやそうですね。コメント欄にも兜山親方にっこり、足残ってるよ、うまい、勇んだかな、おめでとう、すごいな藤野川、すごいな藤野川。もうかなりコメント欄にコメントがもう渋滞しております。いやーちょっとまだなんか余韻が残ってますね。いやそうですね。豊ノ島さんもなかなかちょっと言葉をね選んでいる感じがございますが、ではこの後豊ノ島さんの選ぶ今日の一番たっぷりと振り返っていきたいと思います。